見てますか？アニメ&ブースの網野です。今日は、神様になった日第1話です。前田純さん原作のオリジナルアニメですね。前田純さんといえばね、エンジェルビーツとかシャーロットとか、PA ワークスさんとね、タッグを組んで制作された良作ですよね。でね、今作も、シャーロットと引き続きね、前田純さんと PA ワークスさんと、あとね浅井監督さんとタッグを組んで、制作されたオリジナルアニメということになってます。かなり期待できる作品なんじゃないかなと思っています。でね、エンジェルビーツでは死後の世界っていうのを取り扱っていて、でシャーロットでは、超能力っていうのを扱った作品だったんですけども、今作ね、ベースとなる部分設定に何を持ってくるのかなっていうのは、タイトルに、ね、神様って入ってるんで、それに絡んだ話なんだろうなっていうのは、想像がつくんですけど、ちょっと楽しみだなっていうのはありますよね。でね、あまり意味はないかもしれないんですけど、ストーリー全体の展開を、ちょっと予想してみようかなと思います。まず第1話は、ベースになる設定がね、提示されますよね、おそらくね。エンジェルビーツでいうところの、死後の世界、自分はすでに死んでいるんだ、ここは死後の世界なんだっていったところ、それから、シャーロットでいうところの、この世界では超能力が使えるんだ、これは超能力が使えるんだっていうところっていったところみたいなその、設定の部分が、第1話では、視聴者にね、提示されるんじゃないかなと思いますと。でその後、2話からだいたい5話6話くらいだと思うんですけど、そのくらいで、その第1話で提示された設定に沿った、特にねその当たり障りのないエピソードっていうのが、展開されていくんじゃないかなと思いますと。ただね、とはいえところどころこう何かねこう匂わせるような、そういうシーンっていうのが差し込まれてきてね、視聴者の期待を煽るというような感じで進んでいくんじゃないかなと思います。で、6、7話から9話くらいで、ターニングポイントですかねっていうのがやってくるんじゃないかなと。何か重要なことが発覚するわけですよね。エンジェルビーツでいうところの満足するとこの世界から消えてしまうみたいな、そういった彼らにとって何か重要なことっていうのが中盤以降、明らかになって、で10話以降はその判明した重要な何かに対して対抗するために主人公は、抗っていくわけですよね。ただね、葛藤があったりとかいろいろな困難が立ちはだかって、その辺でね、その辺のエピソードで、視聴者を泣かせに来るんじゃないかなというふうに思ってます。で、最後はね今までのケースから言っても手放しのハッピーエンドっていうのはなくって、何かねこう痛みを伴ったもので、そこでもね、泣いてしまうんじゃないかなという気はしています。ちなみにですね、今日のお酒はこちらです。どうかな、山崎ノンエイジです。これ、スクリューキャップですね。それではね、そろそろ見ていきましょう。著作権の問題があるので、オリジナルの映像であるとか、画像であるとか音声っていったものは入っていませんのでご了承ください。でね、タイマーを表示しておきますので、同時視聴される方はそのタイマーとシンクロさせてみてください。それでは始めますね。準備はいいですか？ 5、
4、3、2、1。うん。思い出、思い出になったね。うん。うん。夏だね。日本ならではかな。このセミの音で季節を表すっていうのはね。今、ライン超えてた？はあ。はあはあ。うーん。なるほど。北欧神話？うーん。うーん。普通の子供ではないのかな。高3ね。なるほど。オッケー。うーん。ラグナロク？オーディンで北欧神話で世界が終わるってことはラグナロクだよね。本名あんのか？
陽太、鳴上陽太。うん。うん。女だね。うん。何か目的があって来たわけではないのかな。ゆっくりしてるしな。ん雨対策。雨が降ればね。おー。待てよ。渋滞。これで、あー、だいぶ紙っぽくはなってきたけど、神そのものかと言われると、わかんないよね。神の啓示を受けたとかね、そういう可能性も十分あり得る。ヨータが神になるの？まさか。佐藤。あー。うん。お決まりだね。っていうか子供だ。殴るな。
うーん。うーん。人類の選択ね。かわいいな。いたこ的なやつかな。あー、佐藤かわいいな。今の海外に伝わるかな。いや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 。今口からラーメンの汁が垂れてたな。うわ。ふん。まあ本物だよね。
うーん。なんでだ？うん。まあ、30日後には世界終わるんだけどね。情けねえ、これは。声優は、夏木花江さん。展開早えな。1球目見逃す。ボール。ボール。OK。ワンボール、ワンストライク。ワンボール、ツーストライク。あれ今ワンボール、スリーストライクじゃなかった？まあね。そりゃあね。うん。この土手のシーンって必ずこっち側だよね。なかなか反対側はないね。なんだろうね。バランスの問題かな。
はあ、しかもいねえし。居候パターンか。うーん。知ってるな。親は知ってる。はあ。うーん。親が知ってるってことは、親にはあらかじめ伝えてあったってことかな。うん。あ、カウントダウン来たよ。30日。うん。あ、やっぱ花井夏樹さんだね。あー、で、桜彩音さんね。いいね。あ、柳凪さんじゃないか。いいよね。はい。皆さん、第1話、どうでしたか？まず登場人物はね、さくらあやねさん演じる、自称オーディンの、佐藤、ね、佐藤と、あと花江夏樹さん演じる、鳴上陽太ですね。この2人が、メインの、主人公格として物語が進んでいくような感じですよね。で、佐藤が、バスケに挑戦するシーンありましたよね。佐藤がね、もうわちゃわちゃした動きがね、めちゃくちゃ可愛かったですよね。というかね、あのシーンに限らずね、とにかく佐藤の動きが可愛い。これにつきますよね。で、なんかね、愚かな人類の選択のせいで、世界は滅びるのだというふうに佐藤は言っていると。これから想像できるのは、この先ね、終盤にかけては、その人類の愚かな選択を取り消させる、あるいは正すために、鳴上陽太が、
例えばタイムリープをするとかして過去改変をして世界を救うためにいろいろ頑張るみたいな、そういうのをちょっとイメージしますよね。でね、ラーメン屋に行って、競馬のね順位を当てたりとかして、で、最終的にやばいってなって、ラーメン屋から去っていくシーン、あそこね、佐藤の口からこうラーメンのねスープが垂れてたんですけど、あれね、もう一回見返したらスープだけじゃなくて麺もねドワードワーってで口から出てね、あれもね汚いけど可愛かったですよね。でね、佐藤がねイザナミの好みを、陽太にね伝えるシーンあったと思うんですけど、あの時のね、打ちのめされた陽太のなんていうかその、情けない声とかね、めちゃくちゃ良かったですよね。あれはねさすがにね花江さんだなと思いましたよね。あれはね面白かったですよね。でね、野球シーンね、あそこはね面白かったですよね。なんかね、そもそも陽太も言ってたけど、佐藤がどうやってあの状況を作ったのかっていうのはね、ちょっとね、多分出てこないとは思うんだけど、ちょっと気になりますよね。どうやったらあのシチュエーションをね作り出せるんだろうっていうのは。でね、あとはね、ここまでの流れで、この第1話のねここまでの流れで、これからも第2話以降もこういったコメディ展開っていうのが続いていくんだろうなっていうのはちょっと想像できましたね。で、告白シーンね、陽太がイザナミさんに告白するシーンがあったんですけど、あれはねちょっとあの時に告白まで至るとはちょっとね思ってなかったんですよね。なんだろう、あの場では告白できずにこの残り30日っていう中で、なんかいろいろ頑張って、最終的にねシリーズっていうかその後半で、ようやく告白に至るみたいなね、そういう流れをちょっと想像してたんで、まさかねあの場で告白するとはね思わなかったですよね。で、あそこで告白したってことはおそらくこの今後何度か告白シーンがね、見られるんじゃないかなっていうね。でその度にね失敗する、断られるみたいなね、そういうね陽太のかわいそうなシーンがねもしかしたら何度も見られるんじゃないかなっていう気はしますね。でね、最後に陽太が、親にね、知らない女の子を止めるわけないよねって電話で聞くシーンがあったと思うんですけど、あの親の反応はね知ってる反応ですよね。そうなんかねその、佐藤自身が直接親に伝えたか、あるいはその神様の力で、啓示とかね夢とかそういったものであらかじめ伝えていたか、あとは想像するのはそのなんだろう、もう政府レベルで実はその佐藤の存在を知っていて、そのあと30日で終わるっていうことも含めてね、で、政府が動いて、もうねあらかじめその鳴神家に行くっていうことが決まっていて、でそれでねその政府が家族に伝えてたっていう可能性もありますよね。そうでってなると今後はもしそうだとするとね、政府とか、敵対する組織っていうのがあるのか分かんないけど、なんかその個人レベルじゃなくてもっとこう大きい組織を絡めた話の展開っていうのももしかしたらあるかもしれないですよね。で
最後のカウントダウン、あと30日、あれはね、もしかすると何かその後半ギミックがあるんじゃないかなって思います。例えばそのジョジョの、第3部で、オープニングにギミックがあったじゃないですか。あんな感じであのカウントダウンにも何かしらギミックがあるんじゃないかなみたいなね、そんな想像をしています。ちょっと楽しみですね。あのカウントダウンについてはちょっと注意しながら見ていこうかなと思います。はい。で、第2話の展開ですね。これはまず第1話の続きで、鳴神家、うちからね、始まるんじゃないかなって思いますと。で、自己紹介みたいな感じのシーンがあって、でもしかすると、家族はねすでに知っていて知らないのは陽太だけだったみたいな可能性もあるし、さっきの話で言うと、その、紹介したというか話をした政府の人間がその場にいて、なんか状況を説明してくれるとかね、あと30日なのでみたいなね、なんかそんな感じで進んでいくんじゃないかなっていう気はしますね。あとね、それだけで第2話が全部埋まるわけじゃないと思っていて、第1話の流れからも分かる通りコメディ要素が結構強いんで、第2話以降も3、4、5とね、同じような感じでその日常を楽しむ陽太と佐藤の姿が見られるんじゃないかなっていう、コメディ展開でね、そんな気がしています。で、あと、リアクションの中でも言ってたんですけど、佐藤がオーディンでかつ30日後には世界が終わると、週末ですよね。って言ったらね、ラグナロクじゃないですかね。っていうことはロキとかフェンリルとかヨルムンガンドとかもしかしたらね、そういう名前を持つ、登場人物も今後もしかしたらね、現れてくるんじゃないかなっていうふうに、想像はつきないですよね。はい。で、あとは全体を通してはその、やっぱコメディ要素は面白いし、何より佐藤がね可愛いですよね。で、第2話以降でその自己紹介するときに、佐藤の下の名前がねそろそろね知りたいですよね。佐藤なんていうのかっていうのはね、そろそろ知りたいところですよね。はい、いかがでしたでしょうか。面白かったと思う方は、チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。はい、それでは皆さんまた次回に。バイバイ。